ゼータプラスは模型雑誌モデルグラフィックスを初出とする機体です。地上宇宙問わず全領域に対応したゼータガンダムから変形機構や各種機能を見直して運用領域を限定することで量産機として再設計されました。こういった余白のある設定から豊富なバリエーション機が存在します。今回はそんなゼータプラスについて解説させていただきます。ゼータプラスはもともと1986年に発行された模型雑誌モデルグラフィックスの別冊ガンダムウォーズプロジェクトゼータの表紙に掲載された20分の1胸像モデルのみが存在していました。その後モデルグラフィックス1986年12月号にて正式にモビルスーツ形態の100分の1フルスクラッチモデルと A1 型の設定ウェイブライダーモードと A2 型の頭部デザインが公開されます。そのため当初はA1 型と A2 型の頭部しかデザインがありませんでしたが、1987年から雑誌展開されたガンダムセンチネル内において新たに C1 型が設定されました。以降も多くのバリエーション機が設定されていきますが、作例や原画が存在せず文字設定のみの機体もあります。そんなゼータプラスはグリプス戦役時代もともと地球上におけるエウーゴの支援組織カラバ主導で開発されたゼータガンダムの再設計機として開発されます。当時ティファーンズの地上軍にはアッシマーやギャプランのような高性能な可変機が多数配備されていました。そのため既存の第2世代モビルスーツとサブフライトシステムの連携運用では戦線を維持するのが精一杯で、各拠点空域における制空権の奪取と拠点攻略を同時に行うには高性能かつ可変機構を持つモビルスーツの投入が必須でした。そこでカラバはウェイブライダー形態での高い機動性と飛行性能を誇るゼータガンダムを大気圏内専用機として改修することを考えます。こうしてカラバ主導のもとアナハイムエレクトロニクス社のキャリフォルニア工場で開発されたのが MSZ006A1 ゼータプラス A1 型です。本機は大気圏内での運用に特化しているため、ゼータガンダムのフライングアーマーがウィングバインダーに変更されました。ウェイブライダー形態では可変交代翼として機能するだけでなく、モビルスーツ形態でも重量低減に貢献し、さらに100式のものを参考にアンバックとしても機能するよう配慮されています。また大気圏突入を想定しなくても良いことから、内部構造や装甲材の見直しを行うことでより安定した生産性のあるパーツを多用できるようになり、コスト削減に成功しました。とはいえそもそも元のゼータガンダムのコストが高すぎたため、量産機としては非常に高価な機体となっています。なお空中戦闘を想定していないため、変形後のドッグファイト性能は低く、ウェイブライダー形態はあくまで長距離移動用の形態として位置づけられています。ちなみにゲームバトーペ2ではゼータプラス A1 は変形時の性能が低くされていますが、こういった設定準拠なのかもしれません。こうして欠点も抱えていたゼータプラスですが、ティファーンズの可変機に対抗する手段として期待され、少数ながら量産が行われました。本機のテストはアムロレイが務めており、アムロが使用した機体はゼータプラス A1 型試作機、またの名をアムロレイテスト飛行機と呼ばれます。3度のテストが行われ、毎回カラーリングが異なっているという面白い設定を持ちます。アムロがテストを行った後はカラバがアムロのネームバリューを利用するために運用され続けたようです。当時のアムロは狙われる危険性が高い人物だったので、アムロの居場所を特定させないための配慮も兼ねていたのかもしれません。武装面では量産型と銘打っているだけあってシンプルなものになっています。まずゼータのものと同程度の威力を持つビームライフル、そして腰部ビームキャノン。こちらは脚部のメインジェネレーターから大腿部を経由してエネルギーケーブルが直結しているため、高出力での連射が可能です。またビームキャノンユニットにはビームサーベルも収納されています。頭部には 60mm バルカンが搭載されていますが、後頭部が大型化したことでゼータガンダムから収容弾数が 80% 向上しました。他にはシールドを装備。ただこのシールドの先端部には対空レーダーや各種センサーが組み込まれているため、防御兵装というよりも空力性能と索敵能力を向上させるサブユニットとしての側面が強くなっています。なおゼータプラス A1 はその性能の高さが評価されたのか、配備から12年経った宇宙世紀0096でも引き続き運用されており、機動戦士ガンダムユニコーンでは
シャイアン基地に少数配備されている姿が確認できます。見た目は0087時とさほど変わりませんが、カメラアイの色が赤色に変更されていたり、ディゼルと同型のライフルが採用されているなど、若干の仕様変更が見られました。ただ、作中では、ラーカイナムのモビルスーツ隊の奇襲になす術もなく無力化されており、1機は変形して飛び立とうとしたところを上から踏みつけられるなど、不憫な扱いを受けています。一方、漫画ガンダムナラティブでは、コロニー防衛隊の1機として登場。シェザール隊や袖付きに対して奮戦する様子が見られました。こうして完成したゼータプラスは、各地で多大な戦果を上げたようで、その有用性が認められ、短期間で複数のバリエーション機が開発されました。その中でも代表的な機体が MSZ006C1 ゼータプラス C1 型です。ゼータプラスの可変機としての完成度の高さに目をつけた連邦軍が、大気圏内用として再設計された A1 型を大気圏突入能力と空間戦闘能力を併せ持つ機体として再々設計したタイプとなります。本機は量産に見合うだけのコスト削減を行えるよう内部構造のレイアウトを変更し、宇宙用装備としてテールスタビライザーの基部に4機の小型熱核ジェットロケットを内蔵したバックパックを追加することで推力や機動性を向上させています。ただし、ウェイブライダー形態での大気圏突入能力を付与するために機体下部に耐熱素材を採用するなど A1 とは比べ物にならないほどコストがかかっています。なお、大気圏内の揚力獲得のために採用されたゼータプラスの特徴である可変翼は、当初は大気圏突入時の摩擦には耐えきれない構造と考えられていました。しかし、最小角度に畳んだ状態であれば細かなセッティングが必要となるものの、ほぼノンオプションで大気圏突入が可能となっています。また、通常の量産機をはるかに上回る機動性も確保できました。なお、大気圏内の空戦能力に関しては A1 型とあまり変わらなかったものの、その汎用性の高さはエウーゴが主導権を握った連邦軍内でも高く評価され、ある程度の活動型機が生産されています。結局のところ A1 よりはコストが高いものの、宇宙地上問わず活躍できる可変機ということになるので、それであればゼータガンダムで良さそうな気もしますが、ゼータプラスのコストパフォーマンスの良さがよほど軍に気に入られたのかもしれません。武装としては A1 と同じものに加えて、新たな武装として右腕にシールド一体型のビームスマートガンを装備。これは腕部に接続したまま使用できるようになっているので安定性が高く、ディスクレドームと合わせて超遠距離からの狙撃で高い威力を発揮しました。また、シールド内に小型ジェネレーターやエネルギーキャップシステムを採用することで、ビームスマートガンの高出力化や速射性能の向上に貢献しています。ガンダムセンチネルの作中では、テズンの反乱鎮圧のために、タスクフォースアルファに2機が配備されました。うち1機は、最終戦で、ゾディアックの攻撃からスペリオルガンダムをかばう形で撃墜されてしまいましたが、もう1機は、戦いの後、大気圏突入を果たし、無事ガルダに収容されています。このように、ゼータプラス A1 と C1 は、一般的な量産機よりは高コスト機ではあるものの、変形機構を持つモビルスーツとして、高い優位性を持つことから、複数の機体が設定されています。まず、MSZ006A2 ゼータプラス A2 型についてです。こちらは、A1 型の頭部にハイメガカノンを搭載した仕様となります。大気圏内では、ビームの減衰が大きく、本来の性能は発揮できなかったようですが、その運用データは、後のダブルゼータガンダムに生かされました。なお、データ収集用として、A1 型から6機が改装されましたが、実戦投入された3機を除き、3機はパーツ用として解体されたようです。なお、ハイメガカノン搭載仕様としては、同じく、ゼータプラス C1、2型も存在します。こちらは、C1 の頭部を A2 型へと換装した仕様となります。なお、2024年に販売されたメタルロボット魂 KA シグネチャーでは、5人を避けるためか、C2 型と表記されていました。次に MSZ006A1B ゼータプラス A1B 型です。こちらは A 型の火力強化機として提出されたプランで、青と白の迷彩柄が特徴的です。量産には至らなかったものの少数が生産されたようです。機種にガトリング砲を内蔵し、両翼にミサイルが搭載されています。続いて MSZ006B ゼータプラス B 型です。
可変モビルスーツに不慣れな体のパイロットを育成するため、A1 型の一部を複座型に改造した訓練機となります。武装面では、ビームキャノンの先端が機銃のような形状になっていたり、シールド先端がセンサーのようになっているのが特徴です。続いて、MSZ006BN ゼータプラス BN 型です。A1 型を対地・対艦攻撃性能に適した改良を行った機体で、主力・垂直安定板の大型化、飛行用ユニットを熱核ファンジェットエンジンを2機搭載したものに換装するなど、飛行能力の向上が図られています。続いて、MSZ006C1 ブースター、ゼータプラス C1 ブースター型、通称ハミングバードです。アナハイムエレクトロニクスが全部乗りスペリオルガンダムであるディープストライカーの随伴機として計画した超高速攻撃プランです。スペリオルガンダムのブースターユニットを4機搭載し、武装もスペリオルガンダム用のビームスマートガンやビームカノンも装備可能な超高コスト機です。ただ、ディープストライカーが天文学的コストがかかるということで廃案になり、ハミングバードも存在意義を失ったため、実際には製造されなかった幻の機体です。当初はウェイブライダー形態のみが想定されていましたが、モビルスーツ形態に変形可能なプランも立案されたという設定を持ちます。ガンダムフィックスレギュレーションでは、A1 と C1 のコンパチという形で立体化されました。次に、MSZ006C4 ゼータプラス C4 型です。もともと、ゼータプラス C1 型のウィングバインダーは、大気圏内での活動向けに開発された可変翼でしたが、大気圏上層部を極超音速で飛行すると、主翼への負担が大きいという欠点がありました。そこで、低軌道から大気圏上層の守備を目的とした主翼を搭載したのがこの C4 型です。変形時はゼータガンダムのウェイブライダー形態のような形状になります。フロントスカートが大型のものへ変更され、大腿部にはビームカノンの代わりに整流効果を高めるフェアリングへと換装され、テールスタビライザーも小型のものに変更されています。なお、大腿部ビームカノンの代わりに変形用のサブユニットとなるシールド先端にビームカノンが搭載されています。このように本機はベース機であるゼータへ先祖返りしつつも高い戦闘力を誇る可変機として完成しています。なお、漫画機動戦士ガンダムムーンクライシスに登場したゼータプラスは C4 型のようなウィングバインダーやフェアリングを持ち、大気圏突入をしていることから C4 型の回収機と思われますが、機種の形状が C4 型とは異なっており、武装もガトリングガンを持っています。また、後半では C1 のようなバインダーにビームスマートガンを持つ形態も登場しています。続いて MSZ006D ゼータプラス B 型です。本機はゼータプラスシリーズでは EWAC 仕様を除いて最も高級機とされています。ウェイブライダーモードでの空戦能力を重視した機体で、新たに熱核ファンジェットエンジン2機を収めたバックパックが追加され、さらに各部の制御システムも改良されています。もともと A1 の改良機としてゼータプラス A3 型が検討され、試作機が1機作られていましたが、D 型の開発を進める方向へシフトしました。本機は後に宇宙での運用を行えるよう C1 型と同じバックパックへ換装した機体も生産されたようです。モビルスーツ形態のイラストは存在しませんが、ウェイブライダー形態での戦闘力を重視したため、そのフォルムはA 型以上に人型からかけ離れているとされています。ただ、基本フレームは A1 型と大して変わらないはずなので、モビルスーツ形態のフォルムが他機体と大きく異なっているとは考えにくいのではという見方もあるようです。続いて MSZ006E ゼータプラス E 型です。EWAC 使用機で索敵のためにセンサー類が大幅に強化されており、高価な計器類を多数装備したことでゼータプラスシリーズの中で最もコストが高い機体とされています。ただし、その存在が秘匿されていたので、詳細は一切不明とされています。続いて MSZ006R RGZ006 ゼータプラス R 型です。こちらは文字設定しか存在しない可変機のコスト削減を図るため立案されたバックウェポンシステムの評価試験機で C1 型をベースとする非変形モビルスーツです。なお、本機をもとにリガ髄の開発が進められたため、プロトタイプリガジとも呼ばれています。ただ、サイコフレーム試験機であるミューガンダムの立ち位置の機体として後年にはナラティブガンダムが登場しているので、もしプロトタイプリガジのイラストが公開されたら
未公開のゼータプラス R 型とは別デザインになるかもしれません。これらのように、ゼータプラスのバリエーション機は、ガンダムセンチネルを中心に、あまたの種類が設定されましたが、それ以外の作品でもいくつか登場しています。まず、漫画ムーンクライシスでは、MSZ006P ゼータプロンプと、別名ゼータプラス P 型が登場しました。ゼータ系列機の外観をしていますが、頭頂部にセンサー類のようなものを搭載した独特な形状をしています。作中では、宇宙世紀0099を舞台に戦う様子が描かれています。次に、ゼータプラス S2 型です。雑誌、電撃ホビーマガジンのオリジナルストーリー、ソロモンエクスプレス2に登場した機体で、A2 型の頭部を持つゼータプラスをベースに、可変機構をなくして軽量化を図り、無人のビットモビルスーツとして運用できるように改修されています。背部に、ファッツ同様のハイパーメガカノンを搭載し、脚部に、イクセスガンダムと同じインコムを持つなど、センチネルの流れを組んでいることがわかるようになっています。少数が生産されたものの、フルアーマーダブルゼータガンダム最終実験機の試験運転時に、暴走事故で全機が破壊されてしまったため、実戦に投入されることはありませんでした。続いて、ゼータプラス CX 型です。こちらは、モデルグラフィックスに掲載された作例で、地上向けの A 型を宇宙用として運用するための試作機、つまり C 型のプロトタイプとなります。宇宙空間での翼の検証のためか、肉抜き穴が複数存在しています。その他には、可変機部隊構想、ゼータプラス、戦爆連合、ウェイブライダーフリートの宣伝用として、電子戦に特化した、ゼータプラスサベイランス、空戦能力を強化した、ゼータプラスドミナンス、砲撃戦及び爆撃に特化したゼータプラスハーザー、アリスのような人工知能技術を応用したシステムの採用も検討されていた、ゼータプラスペネトレーターの4機が計画されました。ただし、実際の生産はされていません。ということで以上、ゼータプラスの系譜についてでした。地上用の A1 と宇宙向けの C1、そして頭部にハイメガキャノンを搭載した A2 や C2 を筆頭に、かなりのバリエーション機が作られていたことがわかります。皆様はどれが好きですか？ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。